マイナンバーカードの iPhone 搭載が始まったから早速試してみよう。こんにちは、デジタル ID チャンネルのナット崎村です。今日6月24日から iPhone にマイナンバーカードを搭載することができるようになりました。用意するものは iPhone とマイナンバーカードです。それでは早速やってみてみましょう。マイナンバーカードをスマホ搭載 iPhone に搭載するのにはですね、まずマイナポータルアプリをダウンロードしてきておかなければいけません。これは App Store に行ってダウンロードするとすぐにダウンロードが終わります。ダブルクリックでインストールですね。で、ここで開くを押すとマイナポータルアプリが開くので、そこで追加を始めるボタンを押します。そうすると解説画面が出ますので、次へと押していきます。そうするといろんなことができるよってことを教えてくれるようになります。また iPhone のマイナンバーカードは免許証の代わりにならないという注意喚起もしてくれます。マイナンバーカードを読み込むのには、実物のマイナンバーカードの他に券面入力用暗証番号、これ数字4桁のやつですね。それから署名用パスワード、英数字6から16文字のやつです。これが必要になります。次へ押すと追加の手順が出てきます。そしてもう一回次を押しますと、利用規約等の確認が出てきます。ここで注意事項として、マイナンバーカードを追加できるスマートフォンは1人に1台だということが出てきています。私の場合はすでに Android に入れてあるので、それが削除されるということですね。で、実際に利用規約を読んでみるんですけど、これ PDF で出てきて読めます？これちょっと無理ですよね。この辺は改善が望まれるところですね。これ2種類利用規約があるやつ、両方ともちょっと読めない感じです。まあそれじゃあとりあえず同意して次へ向かってみましょう。そうすると顔の動きの撮影になります。次へ押すと、顔を正面に向けて iPhone を構えてくださいというふうに言われます。撮影を始めるボタンを押すと、マイナポータルアプリがカメラへのアクセスを求めてくるので、これは許可します。左を向いて目をパチクリすれば動作が確認できます。次に暗証番号とパスワードを入れてマイナンバーカードの読み込みを始めます。最初は4桁の暗証番号ですね。それが終わったら次は署名用パスワードの入力です。そしてマイナンバーカードの読み取りをします。絵にあるようにてっぺんのあたりにカードをつけます。そうすると読み取り中になって読み取りが完了します。本人確認が完了です。次に iPhone のマイナンバーカードの利用者証明用暗証番号の設定をします。数字4桁ですね。確認のためにもう一度同じ番号を入れます。そして iPhone のマイナンバーカードの署名用パスワードの設定をします。ちなみにこのスイッチをオンにすることによって実物のマイナンバーカードと同じパスワードを設定することができます。次に Apple Wallet に身分証明書を追加します。追加にはちょっと時間がかかりますが、辛抱強く待っていると追加の横にチェックマークが出てきて、追加がウォレットに追加されましたとなります。次のページでは身分証明書の使用方法が出ます。ここで ID を表示するにはってなってますけれども、
ID はアイデンティティドキュメント、身分証明書の略ですね。これを表示するのにはサイドボタンをダブルクリックして身分証明書を選択してFace ID で認証してから iPhone をリーダーにかざすという形になります。身分証明書が利用可能になると Apple Wallet に通知が届くということです。ただ通知が届いてからも5分くらい実際に使えるようになるまでには時間がかかることがあるということです。マイナポータルからの通知は許可にしておきましょう。iPhone を探すを有効にしておけば紛失時も安心ですね。そしてマイナポータルにログインしたりとか、いろんなことができるようになります。使い方や対応施設を確認をクリックするとどういうところで使えるかの説明が出てきます。ではマイナポータルアプリを閉じて Apple Wallet を開いてみましょう。そうすると入ってますね。マイナンバーカード、桜色のカードです。この右上のインフォメーションボタン、I ボタンですね。これを押すとですね、マイナンバーカードの情報を見ることができるリンクがあるページに行きます。で、クリックしていくとこんな感じになります。では次に公的個人認証をインストールしてあった Android 側はどうなっているかを見てみましょう。メニューを押すとこういう画面が出てきて証明書の選択をすることができます。で、あなたの証明書をやって利用者証明書用を見る。生体認証で入ってきて、で、証明書の情報を確認するということができます。すると有効性が切れているということがわかりますね。で、ちょっとこれやって戻っていって、今度は電子署名用の証明書の方を見てみましょう。で、有効性の確認を行います。するとなんと有効のままなんですね。面白いことに認証用の証明書は有効期限が切れるけれども署名用の証明書は大丈夫と。で、じゃあログインしてみようと、マイナポータルに。そうすると、失敗します。こんなエラーメッセージが出るという格好になりますね。あとですね、これに関係あるのかどうかわからないですけれども、この作業をやった後に Android の7個と Suica が使えなくなりました。こんなエラーが出ていた状態です。で、これは、後から再起動することによって Android 自体を再起動することによって元に戻りました。もし同じ症状が出た方がいらっしゃったら参考にしてみてください。というわけで今日は、6月24日から使えるようになった iPhone のマイナンバーカード搭載について、インストールして中身を見てあり、それが Android にどういう影響を与えるかとか、そういったことを見てみました。もし、この動画の内容が気に入ったならばグッドボタンと、それからもしまだでしたらチャンネルへサブスクライブよろしくお願いいたします。それではまた。